いつもご視聴ありがとうございます。こちらのビデオブログでは、日本の南に位置する鹿児島から鹿児島ならではの大自然の魅力を時折織り交ぜながら発信していく予定です。どうぞお楽しみください。おやっとさ、かごんまへようこそ。鹿児島の霧島、桜島、指宿といった町には雄大な山々がそびえ立ち、そこに広がる大自然の風景は旅で訪れた人々を魅了し、一杯のコーヒーとともに都会の喧騒を忘れるひとときを提供してくれることでしょう。旅のお供をご一緒いたしますナビゲーターは工房トートです。This video blog is narrated by 工房トート。鹿児島空港にやってきました。シュロの木とツツジを見ると南国らしさを感じますね。霧島ツツジは霧島山麓に数多く自生している植物です。先ほど冒頭の映像で流れていた赤い花がツツジの花です。西郷隆盛さんですね。明治維新で活躍した偉人で、江戸城無血開城の立役者です。鹿児島空港のすぐ近くには道路を挟んで向かい側に西郷隆盛さんの記念館があり、歴史資料館があります。おやっとさは鹿児島弁でお疲れ様を意味する挨拶の言葉です。てげてげは適当、ほどほど、いい加減といった意味で、そんなにきちんとしなくていいよという意味で使われる鹿児島の方言です。鹿児島の田舎の人はのんびりした気質の人が多いかもしれないですね。鹿児島には温泉がたくさんあり、指宿の砂むし温泉は地元鹿児島では結構有名です。指宿にある開聞岳という山に登ったことがあるのですが、そこからの眺めは素晴らしくて、晴れた日は開聞岳の頂上から種子島や屋久島がうっすら見えたりします。鹿児島空港は地方にある空港でありながら国際線ロビーもあり、鹿児島から韓国のソウル、台湾の台北、中国の上海や香港といった世界の重要都市へのアクセスの起点にもなっており、交通の要となっていて、また鹿児島市内にあるマリンポート鹿児島はクルーズ船の寄港地にもなっていることから、近年海外からの観光客もだいぶ増えました。こちらから向こう側は国内線ターミナルになります。飲み物の自動販売機です。ペットボトルの水が売られていますが、建物の中に入ると2階のトイレの入り口付近には無料で水が飲める水道も設置されております。防災対策用ということで、災害時に電気や水道が使えなくなっても困らないように、自動販売機でも飲料水が売られているようです。
補助犬専用のトイレです。一般のペットの利用はできないのでご注意ください。公衆電話です。スマホがなくてもコインがあれば、日本国内のみならず国際電話もかけられます。日本国内だと10円玉、国際通話だと100円玉を入れて電話を利用できます。今の時代はキャッシュレスが進んでいますが、携帯電話が故障して使えなくなったりした時や、災害時などのいざという時のために防災対策用として緊急連絡用の手段として公衆電話が使えるよう、特に10円玉は持っておいた方がいいでしょう。テレフォンカードも使えるようになっております。1階のロビーです。ここで航空券などのチェックをして搭乗手続きを済ませます。Wi-Fi も使えて、2階には無料でスマホの充電ができるスペースもあるのでとても便利です。英語の会話が聞こえてきて、鹿児島も国際的になってきましたね。1階にはお土産品店もあり、表示板のすぐ近くに液晶ディスプレイが設置されていて、2021年に奄美諸島が世界自然遺産登録されたことから、奄美の大自然や野生動物の紹介をしていました。屋内のライトが映り込んでしまっていますが、実際の液晶ディスプレイの映像はもっと綺麗でした。沖縄に近い与論島は、鹿児島本土からの距離では鹿児島から東京の間と同じぐらいの距離がありますが、同じ鹿児島県になります。鹿児島って本当に広いですね。歴史を遡ると、1972年に沖縄が日本に返還されるまでは与論島が日本の最南端でした。もともと沖縄は琉球王国で独立した文化圏だったので、返還という言葉を使うのも不思議な感じはしますが、一応戦後のアメリカ領土からの日本への返還という意味らしいです。奄美のクロウサギが紹介されています。絶滅危惧種で1921年に国の天然記念物に指定されて大事に保護されています。耳が短いのが特徴で、ネズミが少し大型化した感じのウサギですね。でも少しネズミと違って尻尾は短いです。ウサギの古い原型と推測されていて、奄美諸島群も日本から見て地球の裏側にある南米のエクアドル共和国のガラパゴス諸島みたいですね。アナウンスで植物の持ち込み禁止の放送が流れていますが、私もお土産にと思ってドイツの花屋で買った白い花の植木鉢を日本の成田空港の税関で没収されてしまいました。日本では国外からの植物の持ち込みは禁止ですので、皆さん気をつけましょう。海外対応型自動販売機と書かれています。私が20年ほど前にちょうどスイスを訪れた時に買った夕刊の新聞ホイテには、日本の地震のニュースがトップで載っていて、原子力発電所の火災のニュースが伝えられていました。1923年の関東大震災についても触れていました。iPhone のことにも触れていて、私はその当時スマホはまだ持っていなくてガラケーで旅をしていました。鹿児島県は日本一のお茶の産地で、空港の周りにもお茶畑が広がっています。
また稲作の田んぼやさつまいもの畑、トウモロコシの畑などもちらほら見られます。2階のロビーに行ってみましょう。鹿児島空港は県内7つの離島の空港に就航しています。鹿児島空港からは数ある離島の中でも特に種子島、屋久島、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部、与論島といった島に主に日本エアコミューターで行くことができます。鹿児島市内の桜島桟橋近くの船着き場からもフェリーでの船旅で離島へ行くことができます。夕方6時に出発して次の日の明け方から日中には鹿児島県の島々に到着することができます。船酔いの心配がある人は酔い止めの薬も購入して準備しておいた方が良いかもしれません。屋久杉の写真です。屋久島では樹齢1000年以上の杉を屋久杉と呼んでいます。この写真の屋久杉は推定樹齢7200年と言われている縄文杉です。1993年に日本で最初に世界自然遺産登録されています。屋久島はアニメーション映画で有名なスタジオジブリの宮崎駿監督の映画もののけ姫の舞台になった場所でもあります。2階の出発ロビーの近くには空ステージという鹿児島空港航空展示室が設置されていて、無料で中を見て回ることができるようです。機体の実物大模型やパイロット気分が味わえるフライトシミュレーターといった体験ができるスペースもあるそうです。確か羽田空港にも同じようなものがあったような気がします。では早速行ってみましょう。鹿児島空港の歴史、それから飛行機の歴史が詳しく書かれています。戦時中は鹿児島空港は自衛隊の駐屯地にあったそうなのですが、戦後後に鹿児島市内の鴨池港という今はフェリーの船着き場になっているところに移され、それから後にさらにまた溝辺という山の上にある畑のど真ん中に作られたそうです。周りには茶畑が広がっています。各航空会社の飛行機のデザインもいろいろ見れますね。フランスの航空会社エアバスが宇宙航空関連の製品や部品の新素材の一部として竹や海藻類を使用して機体の軽量化や燃費向上に成功しているみたいです。次回のビデオブログでは県民の森を訪れ、自然薬草の森の中にある竹の葉である笹についてもご紹介していますので、ぜひ次のビデオブログもご視聴ください。
昔の到着案内表示板ですね。現在は情報の変更・更新が容易な液晶ディスプレイに置き換えられているそうです。台風などの悪天候が予想されるときは必ずフライトはキャンセルされるので注意しておいた方がいいでしょう。展望デッキにやってきました。アイスクリームの自動販売機です。どれにしようかな。マカダミアナッツがたっぷり入ったバニラアイスクリームが美味しそうですね。これぞ自信作とお墨付きです。望遠鏡が無料で利用できます。眺めがいいですね。曇り空でも霧島連山が見えます。一番右端の2番目に高くそびえ立つ山が高千穂の峰と呼ばれる山で、神話の里とも呼ばれ、天孫降臨で有名な場所です。火山帯なので、霧島温泉郷と呼ばれる温泉の数々が見られます。地熱発電所も見られたりします。天孫降臨とは、日本神話、特に日本最古の書物とされる古事記や日本書紀に記されています。天照大神の孫のニニギノミコトが日本を治めるよう神々の命を受けて地上である高千穂の峰に天から降り立ったとされています。日本神話は神道や神社信仰につながっていき、日本神話の神様は一神教ではなく八百万の神といって、木や葉っぱ、花や生き物といった自然の万物一つ一つに神が宿るとするアニミズム的信仰や自然崇拝信仰です。ただ神様というと、私はニニギノミコトより志村けんさんの耳の遠い神様をどうしても思い出してしまうんですけど、古事記や日本書紀ではなくて、テレビ番組のコントのドリフターズの8時だよ全員集合を見て育ったからそうなるのかもしれないですね。展望デッキから2階のロビーに戻ってガチャポンの自動販売機でライトマスコットを買いました。ガチャポンのそばのエアポートギャラリーでは今回木製の工芸品が展示されていて、作家さんもいらっしゃって作品に触れてみてもいいですよと声をかけてくださいました。オリジナルの木製の折り鶴の置物が印象的でした。作品展の内容が定期的に変わるので、空港での待合の時間にギャラリーを散策してみるといい思い出ができ、いい作品に出会えるかもしれません。鹿児島ならではの焼酎のミニチュアです。ガチャポンの自販機のコーナーにはキーホルダーやスタンプ、ミニチュアなどいろいろありました。ファンタジーワールド、それからガンダム、ドラゴンボール、名探偵コナンのミニチュア、カブぐるみ、クレヨンしんちゃん、ライトマスコットですね。
家族連れの小さな女の子がネズミとチーズのマスコットのライトを欲しがっていて、関西弁のおばあちゃんがお孫さんらしき女の子に500円を出して買ってあげていました。私も気になって後から同じライトマスコットを購入しました。ディズニーのダンボのミニチュア、それからミッキーマウス、ミニーマウスのミニチュアもありますね。私が買ったネズミのアンディのライトマスコットです。このライトマスコットが防災用の備えとして役立つ時が来るかもしれません。今は家に持ち帰ってペーパーウェイトとして使用しています。スイスの新聞の星占いのページです。星空を眺めてギリシャ神話と宇宙の広さに思いを馳せてみるのもいい時間の過ごし方かもしれませんね。次回は空港から車で15分ほどのところにあるキャンプ場の近くの県民の森というところを訪れ、その中でも自然薬草の森と緑化センターに行ってきて、ビデオブログにしました。どうぞお楽しみに。